今日本で増税が続いているのはデフォルトの前兆ではないかと思っています。あと23年後ぐらいに日本がデフォルトする可能性あるでしょうか。また預金不足が起こる前に海外に資産を移しておいた方がいいでしょうか。僕さっきも言ったんですけど、めちゃくちゃな円安になって国債の借り換えができなくなった時にデフォルト同然になると思います。で、メルトダウンではないメルトスルーだみたいなことを日本は言うんですけど、なので実質デフォルト状態だけどこれはデフォルトではないって言い張る可能性はあります。なので預金封鎖というのは日本はやったことあります。めちゃめちゃ円が不安定になった時に預金封鎖というのは過去の実例があるのでやる可能性があると僕は思っています。なので日本の銀行に入れないというのは結構必要なんじゃないかなと思って、日本の銀行で外貨預金をしているからだから日本円が下がっても得だよねと思ったら、日本円が預金封鎖になって引き落としができません。外貨預金も引き落としができませんという可能性もあります。で、日本の証券会社も引き落としができませんというのがやる可能性はあります。なので外国の銀行、外国の証券会社に口座を作るか、もしくは仮想通貨になっちゃうんですよ。でも仮想通貨はね、それはそれでまた微妙なんですよ。仮想通貨で儲かった時は税金がめちゃめちゃかかるので、ある程度日本の政府の力が及ばないところに財産を置く。例えば金そのものを買うとかね、ポケモンカードを買うとかっていうところで、ただそういうのを家に置いとくとルフィと名乗る人に襲われたりするので、ある程度銀行証券会社とかにコントロールされないところというのにお金を置くというのは意識しといた方がいいとは思うんですけど、ペイオフ銀行化された場合1000万円しか保証してくれないので、銀行1000万円以上入れておくと潰れましたっていうパターンあります。シティバンク日本なくなりました。シティバンクは日本から撤退することに決めました。で、HSB も撤退したよね。なので昔は外資系の銀行で個人が借りれるところで HSBC っていう銀行とかシティバンクって銀行があったんですけど、日本から撤退してます。もともと東京銀行を設立するときに、香港上海銀行っていう名前で、確か東京銀行を設立するときも手伝ってて、結構日本の銀行の歴史の中では由緒正しいところが、HSBC、20年前ぐらいに一回個人向け始めて、で、10年前ぐらいに辞めて、で、シティバンクも2、30年前に作るで、シティバンクも10年前ぐらい日本辞めたっけ？なのでそういう感じで結構ね、外資系辞めてるんですよ。トマト銀行は横文字なだけで日本の銀行です。なので外国に行って口座を作るということになってしまうのかなと思うんですけど。トランプ大統領と石破総理の会談どうなっておりますか？アメリカを偉大な国にしたいトランプ VS 日本を楽しい国にしたい石破。昨日今日円高に傾いているけど会談終わってどうなるのか。結局ね、ふっかけられたものを飲むっていう形で何も起きないけど、こんなふっかけられて飲むのはいかがなものかっていうので、日本中は大騒ぎすると思います。防衛費のうちの8割がアメリカの兵器を買うことになっているとか。でも、関税 20% にならない方がマシだと思うんですよ。なので関税 20% になるぐらいだったらトランプ大統領の飲むという方がマシだと思うんですけど、そうじゃない方の世界線というのを理解できない人というのは日本は少ないので、メディアも理解しないので、石破さんがこういうのを飲んだけど関税 20% になってよかったよねという意見はほとんど出ないと思います。で、結果としてメディアと野党は石破けしからんって言って叩きまくるっていう日本の首相が OK したことなので叩かれ続けるけど仕方ないよねっていうので参院選負けるんじゃないですか、自民党。いやほんとね、何をやっても叩かれるっていうね、石破さんの言ってことは正しいなと思います。そうそう、だからさ、野党がさ石破やめろって言うじゃないですか。野党の石破やめろって言ってる人に、じゃあ自民党の誰を総理大臣にしたいのっていうのを僕聞きたいんだよね。石破やめろって言うんだけど、じゃあやめて自民党の中から誰を選びたいの？野党の人の総理大臣石破やめろって言うのはわかる。でもやめたとして総理大臣いない状態で日本続けろっていうの？それとも自民党と公明党の中から誰を総理大臣にしようと思って言ってるの？要するに衆議院で総理大臣を選ぶので、投票したら%自民党から選ばれるんですよ。前回みたいな立憲民主党とか国民民主党とかが全部野党がみんなでこうまとまって誰かを総理大臣に作るのはできなかったでしょ、前回。そうするとやっぱ自民党と公明党の中から選ばれるんですよ。なので野党の石破やめろって言ってる人は自民党の誰を総理大臣にしたいって言ってるの？高市早苗って言ってるのはわかる。石破やめろ、高市早苗を総理大臣にしろと野党の人が言うんだったら筋が通ってると思います。でも野党の人ってさ、高市早苗やれとも言わないじゃん。じゃあ誰なのっていう。石破さんやめてほしいはわかる。気分としてはわかる。でも誰なのっていうぐらいはさ、一応言ってよっていう。
気はするんですけど、はい。山本太郎さんが俺がなりたいとかだったらまあわかるよ。石破やめろ、俺がなりたい。願望はわかる。でも、現実なれないんだから誰がいいのっていう。日本の増税ラッシュって社会保障費の増加だけが原因じゃなくて、90年代に景気刺激策として行われた無駄な公共投資により莫大な借金の影響も大きいですよね。もしそうだとすると、石破さんや財務省の現職たちは過去の政治家が作った借金の後始末をしているだけなのに叩かれすぎなんじゃないかとちょっと気の毒がするんです。なんで SNS であんなに話されてるんでしょうか。国債を増やさないようにしなければいけないよね。日本って緊縮とかって言う人いるんですけど、未だに国債の総額は増えてます。確か年に6兆以内に収めようとしてるだけで、年間6兆円、月6兆円、どっちだっけ ?6 兆円以内に収めようとしてるだけで、毎年20兆ぐらいまだ国債増えてるよね。どっちだっけ。僕これ数字緩いので適当に調べてもらえばいいと思うんですけど、実は国債増え続けてるんですよ。それを減らさないと利払いがあるよねっていうのがあって、日銀が長期金利を上げたんですけど、でそれを上げてしまうと、国債の利払いが増えちゃうんですよ。増えてます。国債増えてます。結構誤解している人多いんだと思うんですけど、国債の発行、誰か詳しい人がいたらちょっと書いてもらいたいんですけど、国債の発行をどれぐらい減らそうとっていうのがどっかにあったんですけど、新規が年に6兆7兆ぐらいにしましょうって話かな。増やすのを6兆円以内にしようみたいな。税収増。これ1ヶ月前のニュースですけど、新規の国債発行が30兆円下回るっていうニュースになっているので、新規で増えたのが 28.6 兆円です。なので、税収も増えたんですけど、建設国債とか赤字国債とかっていうので、普通に増えてます。国債は増え続けてます。どちらかというと、緊縮というより、むしろブクブクと借金を増やしている国なんですよね。それである程度国債の利払いをしなきゃいけないよねっていうのがあって、で、それがじゃあ今まで過去の人たちがひたすらそこでお金使ってたわけだから、そこの利払いをしなきゃいけない岸田首相とか石破さんとかが責められるのは、岸田さんとか石破さんのせいじゃないよねっていうのはあるんですけど、いや、だから国債の格付け下がったら結構やばいんですよ、日本。これが石破さんが増税というか減税をしたくないよねって言ってるのが、国債の格付けが下がる可能性があるからというので考えると、確かに今国債の格付けが下がってしまうと、国債の借り換えができなくなった時にどうなるか。めちゃくちゃ円安になるんですよ。めちゃくちゃ円安になって、インフレで価格が上がってしまうっていう風になるので、なので、海外資産を持ってる人とか、海外に投資してる人とかは、別に日本国内で暮らす分には、円でいくと得をするので、なんとかなるよねってなるんですけど、外貨持ってない人とか、資産を持ってない人っていうのは、物価がめちゃくちゃ高くなりますっていうのになってしまう可能性があったりするので、お気をつけよう。でも今円高ですよ。トランプ大統領のおかげで。トランプ大統領がカナダに関税かけるわとか、中国に関税かけるわとか、メキシコに関税かけるわって言ってて、あれそうすると日本は関税かからないから、むしろ日本の売り上げアメリカ国内で上がるんじゃねっていうので、むしろ世界が不安定だけど、日本は不安定の対象にはなってないので、日本ありなんじゃねっていうので、割と今日本円高になってるんですよ。そういう意味で言うとトランプ大統領のおかげで円高っていうところなんですけど、ただこれが日本も関税かけるわってなると、円安コースなんで、石破さんが会った時に多分めちゃくちゃな約束をせざるを得ないんですよ。トランプ大統領がふっかけてきて乗らなかった時に、じゃあ日本来月から関税 20% なって言いかねない人なんですよ、トランプ大統領って。本当にやるかどうかは別ですよ。トランプ大統領ってふっかけてくるけど、実際やらないっていうのも結構やってるので、でも、口先では言うと思います。完全 20% な日本って言った時って、やっぱ日本中大変なことになると思うんですよ。これからアメリカ輸出をしている会社というのは株価がドーンって下がるし、アメリカ輸出で儲かっているだろうところに製品、部品を収めているところもドーンって下がるし、で、それによって株価が下がると、株価が下がったことによって、その株を担保にしてた人たちというのは、もうその担保が成立しないので、売らなきゃいけないし、お衣装的なもので担保を入れなきゃいけないので、じゃあ別の株を売ってお衣装を担保にしますとか、担保が足りなくなるので、新しく金を入れてくださいみたいなのになってくると、じゃあどっかで借金してきて金を入れなきゃいけないし、みたいなことになって、全然関係ないところも株価バンバン下がる可能性あるんですよね。で、そうやって株価も下がるし、多分不動産も下がるんですよ。担保を入れなきゃいけないから、マンションを売らなきゃいけない。で、マンションを売らなきゃいけないけど、もう今の時点でみんながお金欲しいって言ってるから、じゃあちょっと安く売らなきゃいけないよねって価格が下がると、価格が下がってくるから、このマンションは売った方がいいかなと他の部屋の人も思ったりするので、結果としてバンバンマンションが売ってられてしまって安くなってしまうみたいなのが一気に起こる可能性があるんですよね。で、これがなぜ一気に起こるかっていうと、東京のマンションみんな住んでないんですよ。自分が住んでるマンションで価格が下がったとしても、その人は売らないで住み続けるんですよ。台東区とか板橋区とか
練馬区とか北区とかでマンションに住んでる人は別に価格が下がったとしても住み続けるんですよ。で、今の東京のマンションで新しく売れてる人ってほとんど住んでないっす。なんだっけ、晴海フラッグ選手村だったところで売ってみたらほとんど住んでる人じゃなくて夜中になっても電気があんまりつかないっていう。で、ああいうところは外国人とか法人が持ってるので下がるなって分かったらとっとと売った方がいいんですよ。下がるなって分かった時に売って、本当に欲しいんだったら下がりきった後にもう一回買い直せばいいじゃないですか。下がるなとなった時には売った方がいいんですよ。下がりきった時にもう一回買い直したら差額で儲かるんですよ。なので、下がるという流れになった時は売った方が得なんです。これ住んでる人の感覚じゃないです。住んでる人はどうせ住むんだから持ち続ければいいじゃんなるんですよ。で、下がってまた上がるんだったら持ってればいいじゃんなるんですけど、儲かるから買ってる人は下がるムーブになる時点で全部手放した方が得なんです。で、本当に欲しいんだったら下がりきった後に買い直しが得です。なので、めちゃくちゃ損切りされると思うんですよね、投資用マンションは。っていう形になるので、トランプ大統領が、じゃあ 10%、20% 関税かけますよってなると、めちゃくちゃマンション買い時になるかもしれません。買い時になると考えるのか、売って価格が下がると考えるのかっていうのは、金持ちの、俺が住んでもいいよねと思ってる、サラリーマンで年収1500万円とかで家賃払ってますみたいな人は、あ、これでも価格下がったら、どうせだったら買った方がいいからっていう形で、むしろその、労働者として東京に住んでて、それなりの給料もらってて、家賃払ってる人は、むしろマンション買い時になると思うので、なので、日本の労働者にとっては結構得なんじゃないかなと思いますけど。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。